は川崎 Z1 です。1973年、初期型ってやつですね。はい。これいつから乗り始めたかっていうと、 Z は20何年だろう、もう23、4年乗ってるんですけど、1台目の Z ちょっと燃やしちゃって、これ2台目なんですけど、これは約15年ぐらい乗ってますね。で、最初火の玉カラーのフルノーマル4本出しマフラーまでついたフル純正だったやつをゼロからここまでなんですか、燃えちゃったやつが結構いじってあったんで、やっぱりノーマルで乗りたくないんですよ俺は。だからやっぱりもう結構すぐにこの仕様まで結構いじりました。はい。こだわりというか、自分はやっぱり言っていいんですか、元暴走族なんで、やっぱり暴走族って言えばロケットカウルじゃないですか。それの正しい使い方じゃないですけど、やっぱ年とともにこう角度が下がってくるんですよね。はい。ということでこういう風な角度になって、これどうですかこれ、こういう風についたんですよね。はい。黄色好きなんですよ。もう最初の Z1 もやっぱ火の玉で乗ってイエローボールで乗ってたんで、やっぱもう2代目もイエローボールで買って、火の玉改装だったんですけど、もうすぐイエローボールにして、もうすぐ黄色に塗っちゃって、で今のこのセンバー仕様ももう随分前にやったんですけど、やっぱ最初から黄色ですよね。エンジンは去年に完成して全部フルオーバーホールしてミッションまで全部組み直しました。ちょっと嫌なことがいろいろあったんで、そうですね、バイク屋さんできっちりと面倒を見てもらって完成しました。本当調子いいです。はい。パワーアップしてあります。ピスタルピストンの 1105cc。はい。でヘッドは川崎から出たリバイバルヘッドって新品ですか。はい、はい、あれを使って、でハイカム入れて、で何でしたっけ、シリンダーとかも全部きれいにボーリングと何でしたっけ、スリーブも打ち替えてボーリングして全部やり直して、あとクランクシャフトも全部測定修正して、ミッションはZ 線 P ポリスのやつ、あれに組み替えてます。でもこれカウルはやっぱ自分でこの位置がいいんで自分でくっつけました。これちょっといいですか、取ってもらって。これこうやって持って手で揺らしてもこれ全然丈夫なんですよこれ。はい。やっぱこれだとやっぱ走っててブレないじゃないですか。やっぱカウルはブレたら意味がないじゃないですか。やっぱその辺こだわりましたよね。はい。昔ってのはああいう高いカウルああれはやっぱり若い時のっていうことで、はい。ただこれは娘に塗ってもらったんですよ。本当はこれと同じだったんですけど、これを娘に塗装してもらってくっつけました。これ自慢ですよ俺の。はい、だから一応ちょっとこのポジション結構きついんで、乗れるうちはこのポジションでずっと乗ろうかと思ってます。今のところは大丈夫ですか。今は大丈夫ですね。そのため筋トレしてますから。そうなんです。はい。ベンチは最高160キロですね。はい。じゃないと鍛えてないとこやっぱり辛いんです。でもそんなことはないですね。はい。いや正直言えばやりたいですよ。ずっと自分は暴走族旧社会、そんですぐ Z になっちゃったんですけど、結局高くて買えないんですよね。それなんですよね。やっぱり自分らがその当時乗ってたその CBX とかFX バイクを欲しいってなったら、今はもうとんでもない金額じゃないですか。だからやっぱそうなるとやっぱ2台も3台も持てないのが現状なんですよね。はい、だから自分はもうこれ1本でやっぱ結構ロングツーリングとかも行くんで、やっぱり何台持ってても調子悪い、みんな調子悪いんだったら1台を徹底的に調子よく乗りたいっていうだけなんですよね。お金があればそれは全部を調子よく乗れるんでしょうけど、やっぱ所詮自分の給料でやれる範囲って言ったらこれが限界かなっていうところなんですよね。正直に言えば、こんなことを言ったら、また妬みって言われたらあれなんですけど、コレクターっているじゃないですか。コレクターってなんかもったいないじゃないですか。だけど高くなって若い人がどんどん Z 乗りたいっていう人が高くて買えないんですっていうのをよく聞くんですよ。やっぱり自分は買った時にこの Z ってこの2代目でも73で当時100万ぐらいだったんですよ。100万って言えば頑張れば今の例えばこれが100万ぐらいで売ってたら結構買えるじゃないですか。今300万400万500万なんてありえない金額じゃないですか。だからそういう人が乗れる金額になってほしいですよね。正直大暴落してほしいです。だからはい。
もう Z の価値なんかないぐらい大暴落してスクラップぐらいで、そこでこう修理したりする費用が高いっていうかお金かかるのは仕方ないじゃないですか。だって古いものを直すんですから。だけどこの車体の価値を上がってほしくないですよね。本当にそう思います。だから自分は例えばこれが名前出しちゃ申し訳ない、分かんないかもしれないですけど、例えばこの後型のゼファーだとか ZRX とかあるじゃないですか。あっちの方がプレミアがついてて値段が高くなっても自分は Z に乗りますぐらい、やっぱ Z が好きなんですよね。はい、すいません、熱く語ってしまい、そんなつまらない話はこちらから以上です。すいません。はい。1973年式ですね。はい。これはZ1 ですね。はい。そうですね。もうフレームから何まで軸ってありますね。もう多分ノーマル純正の部分ってほとんど残ってないんじゃないかなってぐらい。はい、今回はそうですね。とりあえずもうエンジンを絶好調にしたくて、もう一から全部使えるものは全部新品組んで。はい、もうエンジンだけで本当別なバイクもう1台買えるぐらいエンジンにちょっとこだわりましたね。 Z に乗るようになったきっかけは地元にカッパっていう居酒屋さんがあるんですけど、そこの人たちがよくそのお客さんとかマスターとかでツーリングのチームがあって、そこの人らがやっぱり Z1 とか Z 系を乗ってて、そのツーリングに自分も呼んでいただいて行くようになって、で1回ちょっと乗らせてもらったんですよ。したらもうなんだこれはみたいな、なんかすごいこう体にシンクロするような、そこでもう Z だなってなって、その時に CBX と CB の 75F 乗ってたんですけど、もう2台売ってもう速攻 Z 買いましたね。はい。やっぱり全然違います。全然やっぱ違いますね。自分今まで飽きちゃってバイクって本当1年ぐらいでずっと乗り換えだったんですけど、この Z はもう6年7年初めてこんな長く乗ってます。どういうとこやっぱ乗ってこうなんかいじり方もいっぱいあるし、あとなんていうんですかね、この一個一個細かいパーツが好きなんですよね。このメーターとかスイッチボックスとか、なんかそういう一個一個の部品がなんかすごい魅力的だなって感じますね。そうですね、244ブログっていうチャンネル名でバイクの紹介とか整備動画とか、あとはこうツーリング行って走行動画、元ブログとかこう撮ってますね。はい、ただちょっと最近ずっと Z が修理とか仕様変更でなかったんで、最近ちょっと動画の頻度が少なかったんですけど、もう出来上がったんで、これからどんどんちょっと動画上げていこうかなって思ってます。うん。